まあ柵は背中の方が、お寿司にするんだったら、まあ2日3日。この辺のね、身の中心って、刺身の盛り付け方ということで、まあなんかね、3枚おろしはできるけど、お刺身を作ろうとすると、こんな感じ、まあちょっと極端ですけどね、こんな感じの盛り付けになってしまうなんて、お話を聞くことが増えてきたので、今日はちょっとね、刺身の盛り付け方のコツでも紹介しようかと思いますと。ひとまずね、鯛をさばいていきますと。さばくまでは、これといって特別なことはないので、鱗を引いて内臓をかき出して三枚におろしてと。これは天然の鯛なんですけれど、まあこれ何度か言ってますけどね、この尻尾の張りだとか、あとね、まあこの顔つきだとかを見れば、まあ、天然か養殖かは比較的簡単に見分けがつきますよ。まあ、養殖はね、特に尻尾がこのピンと張ってなくて、こうなんていうのかな、ここからカクッと折れ曲がったような形をしていたりだとかね、まあ見栄えはね、圧倒的に天然の鯛の方が、綺麗な見た目をしていますかね。あとね、結構養殖場って浅瀬にあるので、日焼けしてね、ピンク色が綺麗に出てなかったりするんですよね。まあ今はね、2月の半ばなので、まあ、このね、春先のこういった天然の、色が綺麗に出ている鯛は、桜鯛なんてね、呼ばれたりしますかね。秋口になるとね、桜鯛ではなく、もみじ鯛なんて言い方をしたりするんですけれど、基本的にはね、桜鯛ももみじ鯛も、この天然のね、ピンク色、この色が綺麗に出た鯛のことを言うので、まあ、養殖の鯛でね、桜鯛、もみじ鯛という表現は、まず使わないことが多いですかね。もちろんね、お店によっては養殖の鯛を桜鯛だとかもみじ鯛って言って売っているお店も、まあ、たくさん見かけはしますけれども、その辺ね、明確な決まりがあるわけではないので、まああとはね、売る人のモラルの問題かなと思ったりもしますかね。まあ鱗ね、引く時にこの辺までしか引かない方もいるんですが、これね、鱗って顔にも残っているので、しっかりね、顔だとか、あとこのカマの際だとか、この辺までしっかり取っておくと、兜だとかカマを調理する際に鱗の処理が楽ですので、しっかりとこの辺までね、処理するようにはした方がいいですかね。全体に鱗の処理ができましたら、まあ、最後ね、こういった形で包丁で残った鱗がないかを確認して、頭を落としますと。まあ頭を落とす場合はね、まあ鯛の場合なんかはね、この腹びれに沿って1本包丁を入れまして、そこから今度ね、この頭のラインで、中骨を断ち切ると。まあ当然ながらね、ここには内臓が入っていまして、このね、苦玉、胆のうを潰すとこの身にね、苦味だとか色が移ってしまうので、だから腹の方はね、なるべく薄く包丁を入れて、こちらのね、中骨より上の部分で深く包丁を入れると。そうでね、まあ当然ながらね、ここにね、あばら骨が入ってはいるので、このあばら骨をね、切る際に力を入れすぎると、内臓を傷つけてしまうので、その点だけね、気をつけて、まあ、鯛だとかね、骨の硬い魚の中骨を落とす際は、包丁の刃先より刃元、まあ、刃元を使った方が力が入るというのと、あとね、包丁ってね、構造上この当然刃元の方が刃が厚いので、刃元で落とした方が包丁が刃こぼれしづらいと。でまあ刃元を使って、あとは、まあ、こういった形でね、ちょっと力を入れれば
自然と頭が落ちますので、へそから包丁を入れてお腹を裂いて、こういった形でね内臓ごと頭を引き抜いてくださいと。ちょっと小さめですけれど、卵巣なりね白子なりが入っているかと思うので、白子だったら焼いてもいいですし、卵巣なんかはね、だしで炊いて美味しく食べられますので、この辺はね好みで調理してくださいと。内臓を取り出したら、ここにね腹膜があるので、腹膜に包丁を入れて血合いが出てくるかと思いますので、この血合いをきれいに水で洗い流しますと。これ尻尾はこれ生け締めなので、朝ね市場で締めてもらったタイで、締める時にねこういった形で折られているので、このラインでね尻尾は落としてしまいますと。ここにね一応肉が残っているので、このね尻尾の身なんかも焼けばね結構出汁が出たりして美味しく食べることできますんで、こういった形で、余分な部分をね切り落として、この部分はね兜だとかこの後出るこのさばいた後の中骨だとかと一緒に、出汁を取ったりすると食べることできますよと。そしたらこちらのね身を、一旦水洗いしますと。内臓を洗ってきれいに水気を拭き取りましたら、3枚におろしていきますと。お刺身にする場合はどのぐらいね身を寝かせたらいいのかと。熟成とかねこの刺身の食感の話については、ちょっとね話すと長くなるので、今回は省略するんですけれど、僕はねこれねだいたいね1キロぐらいのタイで締めてから12時間とか、16時間とかそのぐらい経ったあたりの、食感もしっかりと残っていてうまみがしっかりと出てきたあたりがお刺身で食べるならね好きですかね。お刺身で食べて美味しい魚の状態とお寿司で食べてね美味しい魚の状態っていうのは若干違っていると僕は思っていて、お刺身で食べる場合はある程度ね食感が残っていた方が美味しいのかなと。このぐらいのねある程度しっかりと歯ごたえがある状態で、お刺身にする場合が多いですかね。お寿司にするんだったら2日3日もう少し寝かせてこの身のねゴワゴワ感が取れてからお寿司にした方がシャリとのね馴染みが良いので、お寿司にする場合はもうちょっとねこう寝かせて油を全体に回して食感を抜いてからの方が美味しいのかなと。その辺はねもう何度も何度も食べてね、自分なりの美味しいと感じるポイントを、見つけるのがいいんじゃないかなと。3枚におろせましたら、あとね腹骨すいて、中骨取り除いてと。天然のタイってね、ここのね、尻びれのこの辺りに、コブがね 2,3 個こうついていると。そうでねこれねコブがない魚体もいるんですけれど、このコブはね流れの速いところにいるタイの方がコブがねできやすいなんて言われていたりもしますかね。これね腹骨をすくんですけれど、まずねこの逆さ包丁でこのあばら骨を浮かせてから、この骨をすき取りますと。なるべくね肉を削らないようにギリギリで、腹骨はすき取るようにしてくださいと。どうしてもこう1回ですき取りたくなるんですけれど、何回かにね分けた方が失敗はしづらいですかね。腹骨をすき取りましたら、これね腹骨がないところにもこう腹膜が残っているので、この腹膜も
包丁できれいに透き取ってくださいと。ここからね、この中骨が入っているラインで身を半分に渡すんですけれど、タイなんかはねどうしてもねこの腹骨を透き取ったラインにこういったね腹膜が残ったりしますんで、この腹膜はね、こういった形で骨抜きで簡単に取り除くことできますので、そうこんな感じね、こういったねなんか身に穴というか空洞が開いて、そこにね腹膜が残るんですよね。見つけたら、取り除いてくださいと。このラインですよね。このラインで、半分に渡して、で、残ったね骨、これね骨抜きで抜いてもいいんですけれど、骨抜きで抜くとこの断面がゴワゴワになるので、お刺身にする場合はね、こういった形でスレスレのところで包丁で取り除きます。皮を引いていくんですけれど、今日のね本題はここから先の皮を引いて、刺身を引くまでと、いった感じですかね。僕はね結構今までね3枚におろすまでの動画を、よくね詳しく説明していまして、で刺身に切るときはね、こんな感じっすよみたいなね、そんな動画ばかり作っていたんですけれど、どうやらね、3枚におろすまではみんないけるらしいと。そこから先がね難しいんだよと。3枚におろすまでは比較的簡単なのかもしれないなと思って、今日ね動画を撮っているわけですと。皮はなるべくギリギリで引いてくださいと。それしか言えないんですけれど、でこれ皮引いた時にこう皮が残ってしまう場合があるんですよね。この残った皮は少しだけねこう残っているぐらいなら、この骨当たり骨抜きでね引っ張って取り除いてくださいと。この部分はこれね、なんていうのかな、縁側の部分なんですよね。ヒラメでいうこのちょっとこう肉質が違うんですよね。ヒレの際の筋肉なので、この部分はね、刺身にする際は、取り外してしまって構いませんと。どっちにしろね、この部分は刺身に切った時にこのなんていうのかばらけて落ちてしまうので、なのでこのね縁側の部分は、切り離してしまって構いませんよと。これ別に食べられるのでね、別で食べてくださいと。柵になるじゃないですか。この柵の形がねどれだけ整っているかで結構ねお刺身は出来栄えに差が出ると。なので皮引きを失敗してねこの表面がボコボコになったりすると、刺身を引いた時にねなかなか形が整わないお刺身になってしまいますよと。お腹側も同様に、皮を引いていきますと。で皮引きのねポイントはね、僕もねそこまで皮引きに自信があるわけではないんですけれど、一つはねなるべく切れる包丁を使うことと。まな板にね下にこう押し付けると皮が切れてしまうので、この皮と身の境目を見つけたら、そこからは下に力を加えずに水平方向にねこう横に力を入れてスライドさせていくイメージで包丁を動かすと、比較的ねうまく魚の皮は引けるんじゃないかなと。銀側、背中はどうしても残らないんですけれど、腹側に関してはねこの銀側がしっかりと残っているっていうのが一つね刺身に盛り付けた時に、見た目がね綺麗に見えるポイントの一つではあるかと思いますので、これはね本当に何回も何十回も練習をして、コツをつかんでくださいと。
そうで、腹側もね一緒っすよね。これ皮が残ってしまったらコツ当たりで取ってもいいですし、これぐらいしっかり残ってしまったらこっちのね逆方向からこんな感じでね、残った皮を引いてもいいですしと。これぐらいね残っていればおそらくは刺身に盛った時に見栄えもねそこまで悪くないのかなと思いますので、まず一つはね皮をきれいに引くと。ここまで来ましたらね、いよいよ、若干極端ではあるんですけど、どうしたらねこういった形のベタっとしたお刺身にならないのかというお話をしようかと思いますと。このお刺身がねどうしてねあまり綺麗に見えないのかと言いますと、まず一つはねこれ一応極端な例としてね挙げてるので、全てではないんですけれど、このね刺身一枚一枚の形がねこれバラバラなんですよ。これはね当然ながら盛り付けた時に不揃いなお刺身になるので綺麗に見えませんよと。プラスでねこういう盛り付け方をする時っておそらくはね薄作りっていうのかな、放射状のお花みたいなねフグのお刺身みたいな盛り付けをイメージして作ると思うんですけれど、その場合はね中心がね一点に定まって、そこの中心からこう放射状にそれぞれのね切り身が伸びてないと綺麗に見えないんですよ。なのでこれで言うとねこの中心、この辺の身の中心はおそらくこの辺りにあると思うんですけれど、この辺のね身の中心ってこの辺にずれちゃってるんですよねっていう、このそれぞれの切り身の始まりの位置っていうのかな、この中心がずれているとこういう盛り付けはねなかなか綺麗に見えづらいんですよねっていうね。おそらくはこの2つのポイントが、抑えられていないのでベタっとした見た目の盛り付けになってしまっていますよと。こうならないためにどうすればいいのかを考えましょうというのが今日の動画ですね。柵の話に戻るんですけれど、柵ってねお腹と背中とね、まず形が違うんですよ。でしかもお腹に関しては尻尾は細くて、で頭に近づくにつれて広くなっていくと。しかもこのね内臓が入っていた部分があるので、身の厚い部分と薄い部分ができますと。基本的に柵の形が不揃いだとね切り身を同じ形に切るって結構な技術がいるんですよね。ひとまずねこのお腹の柵は置いておいて、この放射状に盛り付ける薄作りにする場合はこの背中のね柵の形が比較的揃っている背中側の身を使って作ってみましょうと。多分ねこの背中を使って刺身にするだけでだいぶ形は整うかと思うので、一つはねこの背中とお腹っていうそれぞれ柵の形が違うんだということを意識して盛り付けると。フグのねフグ作りっていうのかな、菊花盛り、あれをね作る時はね板前さんでもね柵の形を半分にしたり整えてから刺身にしたりするので、不揃いな柵で作るというのは相当難しいことですというのを、一つね頭に入れておくと良いのではないかと。刺身を引いてこっちに盛り付けてと、いった形でお作りにしていくんですけれど、まず皿の選び方ね。皿はね当然ながらね丸いお皿の方がこのね中心が分かりやすいので放射状に盛り付けはしやすいですと。最悪ね丸い皿がない場合でも、こういったね正方形のお皿の方が盛り付けはしやすいですと。長方形のお皿だとね、何がやりづらいって基本的には刺身のこの外周っていうのかな、外側が綺麗に円を描いていた方が綺麗に見えやすいんですよ。正方形ならねなんとなく円を取りやすいんですけれど、例えばねこういった長方形のお皿で一点中心を決めて、そこからね外周を綺麗に円にしなさいって言われても基本的にはね難しくて、
例えばこの辺をね中心にして、そうするとねどうしてもねこの曲線が楕円を描きやすいんですよね。なので慣れないうちはねこういう長方形のお皿ではなくて、できるなら円形のお皿、でもしくはねなければこう正方形の中心とこう外周が取りやすいお皿を使った方が、盛り付けは綺麗にしやすいですと。ここまでねちょっとまとめると、柵は、背中の方が形が揃いやすいと。で、お皿は円形の方が、中心と外周が取りやすいと、そういったところですかね。で、ここから切っていくんですけれど、最初の一切れに関しては多少ねロスにはなるんですけれど、思い切って切り落としてしまってくださいと。ではこれはね味見で食べればいいと思うので、このね最初の人たちはどうしてもこれ四角いね端から切り出すので、厚さも大きさも取りづらいというところで、ここはね味見用で一切れね使ってくださいと。ここからいよいよ切り出していきますと。これ背中の柵はね大きさが揃っているので、トン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 と切っていけば自然と大きさだとか厚さは揃うはずですので、そこについてはねもう慣れてくださいと。切りながら盛り付けていくんですけれど、まずね切るじゃないですか。切ったら、基本的にねこの皿の中心に向かって、端を盛り付けますと。そこからまっすぐにね伸びるように一切れ盛り付けますと。この時に左手だけじゃなくてね、右手は包丁を持っているかと思うので、包丁を使いながらねこう盛り付けていくと一切れ一切れの形が綺麗に決まりやすいですよと。一切れ盛り付けたら軽くねお皿を回して、常にここは左手とね右手は同じ動きをしてるんですよ。こう皿を動かさないと左手と右手をこう動かしていかなきゃならないので、常に左手と右手は、同じ動きをするようにして皿の位置を動かしていくと、そういったイメージで切っては盛り切っては盛りを繰り返すと。そうなので、常にねこういった形で、刺身は自分から見てねまっすぐになるように持っていくと。ある程度漏れてくると、なんとなくねこの外周が揃ってるかだとか中心が揃ってるかだとか見えてくるかと思うので、ここでずれているようであれば修正しながら持っていけば綺麗なね放射状のこの花に見立てたようなね盛り付け方になるのではないかと。切っていると当然包丁にねこの魚がこびりついてくるので、こういう時はねこのさらしか何かを右に置いて、次を切る前に一度ねさらしで包丁をこう拭いてから次の動作に入ると、包丁もね常に綺麗な状態で、刺身を引くことができますので、刺身が一周しましたら今度は内側にどんどん身を重ねていくと。外周からこの内側に入ると当然ねこの内側の円周というのは小さくなるので、そういった場合はねこの切り身を切る角度を、だんだんねこうエッジをつけていくことで、この切り身自体の大きさは小さく調節が可能ですんで、なかなか慣れないと難しいかと思いますんで、やりつつ覚えていくのがいいのかなと。こんな感じに盛れたらねね皆さんが思い描いていたお刺身ができるのではないかと思いますので、このね、頭の筋の近い部分だとかこのね繊維の向きだとか、そういった話はね話すとちょっとキリがないので、今日はね、ひとまず
背中の身を使って放射状に盛るとなんとなくまとまったお刺身になるんじゃないかといったお話ですね。こっちはねそぎ作りにしてしまうのが一番ね、簡単なのではないかと思いますんで、ちょっとねそぎ作りの方も紹介しようかと思います。そぎ作りの場合はちょっと違うのは、先ほどはねこう切りながらお皿の上に盛り付けていったじゃないですか。そぎ作りの場合はね直接お皿に盛り付けるというよりはこういった形でね何切れかもう刺身に切りまして、ここからまな板の上である程度ね盛り付けて、それから器に盛ると折りたたみながらね盛り付けていけば、多少ねこの身と例えばこっちの身のね形だとか大きさが違っても、ある程度はねごまかしが効くかと思いますので、そうするとね見た目にも比較的ね安定した盛り付けになるかと。こっちのねお腹のちょっと扱いづらい柵を切る場合は、削いでまな板の上で、ある程度形を整えてからね盛り付けると、こればっかりはね正直もう数をこなすしかないと思うので、日々の生活の中でこういったね楽しみを持って料理するといいんじゃないでしょうかと。僕はね実はねこっちの盛り付けの方が好きだったりするので、皆さんも好きな盛り付けでお刺身をお召し上がりくださいと。はい、以上です。